んにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は少しアロマと先生術とクリスタルのお話をしたいと思います。実は私の、開催しているガイアハウスオーストラリアというスピリアルアカデミーオーストラリアシドニーで、お店を持っておりますが、もちろん今はオンラインで日本など世界中からいろんな講座セッションを受講していただいているんですが、私自身は西洋先生術を学び、もちろんそれは素晴らしいものであるんですけれども、少し現代に当てはめると欠けているところがあるので、そこを小惑星という、地球に、微細な影響を与える、天体たちを一緒に読むことによって西洋先生術に小惑星先生術をプラスした新時代先生術というものを生み出しまして、これが今の現代社会一番うまく当たってるんじゃないかというものを提唱しております。これを教えておりまして、でその延長線上の中に小惑星も含めて小惑星11個、それから主要天体10個、全部で21種類のそれぞれの天体のエネルギーをもっともっと効率的に取り入れていく方法、これを編み出していきたいというふうに考えていました。で、私はアロマセラピストでもあります。オーストラリアでアロマセラピストの資格も取って持っているんですが、そこでですね、またクリスタルショップの経営者でもあります。クリスタルっていう鉱物界、それからエッセンシャルオイル、精油っていうのは植物界、ハーブなどですね。この2つは地球のドーンとした強いエネルギーを持っているわけです。そこに天体のエネルギーという宇宙のエネルギーをうまく循環させて融合していくことができれば、ものすごく私たちの人生に効率的に、働くのではないかと思いから、アストロアロマというものを実は誕生させたんですね。で、アストロアロマ講座というのも開いておりますし、アストロアロマそのもの、これがそうなんですが、どちらも作っております。で、これ12個の全ての星座に対応したアストロアロマオイルと、今言った10個の天体と11個の小惑星、つまり全部で33本のアストロアロマというブレンドオイルを誕生させております。これは本当に素晴らしいものでございまして、このオイルのちょっと特徴をご案内したいんですが、今言ったようにクリスタルが入っているということなんです。クリスタルショップ経営者であり、アロマセラピストでもある私は、この2つは地球の大いなるエネルギーだから一緒に使うのが一番いいということはもう前から分かっていたんですね。なので、音が中にクリスタルが入ってます。それぞれ33本全く違う組み合わせで2種類ずつクリスタルが入っていて、そこに何種類かのブレンドオイルを入れて、その天体のエネルギーにしております。で、実はこれ使い方にコツがありまして、今言った宇宙のエネルギーと鉱物界、植物界のハーブのエネルギー、この間はかけ離れているわけですね、空と地球上。これをつなぐ役割ができるのが唯一人間なんです。だから人間である私たちが最後のエネルギー調整を行う。なので、これ、もし買っていただいたり、あと個人セッションで、プレゼントキャンペーンなんかもよくやってるんですが、手元に来ましたら、使う時に人間がアクティベートをすることによって完成するように作られてるんです。で、ご自身で使う時は左手で、そして家族のためとか、クライアントさんのために使うこともあると思うんですね。セプタグラムをやってる方の多くはこのアストロアロマを揃えてられて、そのお客様のエネルギーに一番近いオイルを使ってその香りの中でセッションをするみたいなこともされております。そうやって他人に使うときは、与える手である右手でアクティベートしてから使います。例えば皆さんに今与えようと思いますので、右手でこのようにしてクリスタルと、これでアクティベートされたと思うまでこうしまして、アクティベートされたと思ったら使います。
で同じ便でもいいんですけど、次の日に自分のために使おうと思ったら、今度は受け取る左手でアクティベート、毎回このアクティベートをしてから使うというのが特徴になっております。このようにして、使っていただけるということですね。で、ちょっとせっかくなので動画を見ていただいた方の中で、これアストロアロマ講座というものがあるんですが、全ての今言った33種類、どのオイルのブレンドとどのクリスタルを入れればその天体のエネルギーに近くなるかっていうのも全部その講座の中で学べるんですが、あとはどういうふうにしてこのオイルを選んだらいいかみたいな感じですね。例えばとにかく今何も拡大していかない、人生がどんどん縮小されていて拡大したいと感じるならば、ご自身のバースチャートの木星の位置にある星座のオイル、例えば双子座星座の人は双子座とかね、木星のオイルそのものを使うことによって人生の拡大が始まったりします。でちょっと本当に有料級のネタバレなんですけれども、木星のエネルギーを活性化させるためにはペリドットとラピスのエネルギーをアロマオイルの中に混ぜると木星のエネルギーになるんですね。でこれも本当にネタバレなんですが、講座の内容をお知らせすると、木星の場合は例えば今人生が縮小していて何も拡大していかないんだ、とにかく今パンと開ける拡大のエネルギーの助けが欲しいという人は、もう木星のブレンドオイルを使っていただくのが一番ですね。もしくはご自身のバースチャートがお分かりならば、バースチャートの木星の星座、それが例えば双子座だったら双子座のオイルも同時に使ったり、どちらか一方でも構いません。でちょっとせっかくなので動画を見ていただいている方のために講座でお話しするネタバレの講座に出るとこの全部の一覧表がもらえるんですが、話すと木星のエネルギーのブレンドオイルの中にはペリドットとラピスが入っています。この2つのクリスタルをさっきのようにアクティベートオイルの中にさせることによって拡大のエネルギーが強くなるんですね。で例えばこれも本当にネタバレですが、木星のオイルの中にはジュニパーとかオレンジとかベルガモット、パチューリ、ラベンダー、イランイランなどが、あとフラゴニアとかですねが入っています。でこれらと今言った2つのクリスタルをアクティベートするとパンと拡大のエネルギーが生まれるので使っていただくといいという感じですね。で例えば小惑星もありまして、小惑星のパンドーラのブレンドオイル、アストロアロマオイルなどは何か新しいことを始めようとしている時には新しい扉を開くためにはもう最適です。せっかくチャレンジしたのに人生変わらなかったっていうふうになりたくない人はパンドラのオイルを一緒に使っていただくといいんですね。でパンドラの中にはアメジストとかイエローカルサイトが入ってますし、例えばオイルだったらマジョラムとかカモミールとかラビンセラとかいいオイルですね。ラビンセラ大好きですね。グレープフルーツ、ライム、レモンマートル、とかで入ってます。こういうものをブレンドしていくとパンドラのエネルギーになります。例えば星座でいうとね、例えば皆さんがお牛座の太陽星座だとすると、お牛座のエネルギーは持ってるわけで、お牛座にはいい面もマイナス面もあります。これは12星座全部一緒です。マイナスに出た時とプラスに出た時があるわけですよね。でやっぱり幸せになるためにはできるだけプラスに出るように活性化したいわけです。そうすると自分の太陽星座のオイルとか、もしくは人によってはこれはね実際は太陽星座であることの方が少ないかもしれませんが、これはもう本当個人セッションしないとわからないんですが、バースチャートを出すと太陽がお牛座にあっても全部のエネルギーを計算する方法がありまして、そうするとあなたは土の、不動級のお牛座ではなくて
風邪の柔軟球の方が強いから双子座っていう場合もあります。そうすると双子座のオイルを使った方がいいみたいなことになるんですけれども、例えばでもお牛座がそれで強かったとしたら、お牛座の持続力とか精神的な豊かさとか五感の強さっていうのもピカイチですね。それを活性化させるとともにマイナス面は出ないようにしたい。それはちょっと頑固なところとか、変わらなきゃいけないのに変われないところとかしたくないわけですね。これを一挙にこのお牛座のオイルを使うことによっていいところが活性化され、悪いところが抑えられるという素晴らしいことが起こるんです。お牛座だと実はローズクォーツとかイエローカルサイトが入ってるんですが、ブレンドオイルの中にはもう最近特に認知症にもものすごい効くって言われているローズとかですね、ローズゼラニウムとかイランとかクラリセージ、フラゴニアなどが入っていて、それを活性化させてくれますという流れになってます。だから例えば乙女座だったらもちろん几帳面で、完璧主義で、それが自分を苦しめることとか、それによってなんか完璧にやらなきゃいけないよって誰も言ってないのに勝手にそうでなきゃいけないと思って苦しくなって、最後もうしんどいです、ストレスですって文句言ってくるみたいなのがたまに乙女座あるであったりするんですが、いいところだけを活性化させて、その悪い面が出ないようにする。やっぱり乙女座の人と仕事をするとすごい楽しいですよ。本当にきちんとやってくれるから。でもなんか勝手にやりすぎてストレスになられるという面が出るとちょっとしんどいなってなりますよね。これが一番いいところだけが出るのは乙女座のオイルですね。もちろんラベンダーとかニアウリとかティートリーとかがこういうものを、いいところをうまく引き出していく。クリスタルだと水晶を入れときたいですねみたいな感じになります。ということでちょっと今回はこのクラスとアストロアロマオイルの使い方と興味を持っていただきたいので動画も撮りましたが、見ていただいた方のためにネタバレもしていきました。なんかちょっと全部は有料のクラスなんで無理なんでございますけれども、双子座のオイルだけ教えてくださいみたいなあれば、ある程度までだったらまた別動画を出したいと思いますので、コメントに書いていただくといいかなと思います。ということでアストロアロマもこの何でしたっけ出てこない。下のキャプションのところにもし購入したいという方はね、載ってますし、今これを販売してくださる、販売したいという代理店さんも募集していて、日本でちょっと広まりつつありますので、わざわざオーストラリアから買わなくても、そういう方たち探してアストラーノまで検索して見つけて買っていただくのもおすすめでございます。でも今も言ったように公式 LINE でたまにキャンペーンをしていて、無料セッションにプレゼントみたいなのもやっておりますので、ぜひまだの方は公式 LINE も登録してください。アロマの情報もね、こんな風にたまには発信していきたいと思いますので、リクエストなどあれば書いてください。で